こんにちは。今日はマス紙で作るよりもすごく簡単なベストを作っていきます。マス紙で作っていくと両脇を閉じ合わせる必要があるんですが、今回はその必要もないようなマス紙とぐるぐる編みを一緒にした編み方で編んでいきます。使用する糸はダイソーさんのメランジトリコ、グレーで 50g 約90メートル、アクリル 100%。 使用かぎ針の目安が8号。今回はこれを9号で編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。今回の作り目の数は鎖が59目。サイズを変えるときには59目から3の倍数を増減していくんですが、3箇所に分かれているので、全体を変えるときには59目から3の倍数の3箇所、9目単位で変えていきます。で、肩の部分だけを変えるときには3の倍数 ×2、首のところでは3の倍数 ×1。ちょっとややこしいので、多少のサイズ変更であればかぎ針のサイズを変えて編んでいった方が楽かなと思います。鎖を59目、鎖編みが終わったら細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ、針から一つ戻って二つ目に細編みで、表から針を入れます。1、2、これで細編みが一つ。一つ目の細編みにマーカーをつけておきます。隣の目にも同じように細編み、表から隣にもで、隣にもこのまま一つの目に一つの細編みを端まで続けていきます。細編みが終わったら次は V ステッチを編んでいきます。まず鎖を2つ裏返します。鎖の根元から1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖の根元はここで1、2、長編みをします。絡めて1、2で、3本のうち2本から引き抜きます。これで長編みが1本、鎖を1つ、同じところに長編みをもう1本、これで一つの目に長編みと鎖と長編みの V ステッチができました。次からも同じように V ステッチをしていきます。足元は今度は2つ飛ばして3つ目、長編みをします。絡めて1、2、3、鎖を1つ、同じところに長編み、
同じところ、これでまた V ステッチ、これを繰り返していきます。足元1、2、3、鎖一つで同じところに長編み、でまた同じように足元1、2、3、これで端までずっと編んでいきます。端まで来たら V の次には一つ飛ばして中長編み、中長編みは絡めて1、2、2本の糸の下、糸を引き出してこの3本を一度に引き抜きます。これで V ステッチの1段目が終わりました。次は2段目、鎖を2つで裏返します。で今鎖2つ編んだ次にこのまま下の V ステッチに V ステッチ、長編みをこの三角のスペースに針を入れて長編みをします。鎖を一つでまた三角に長編み、これで V の上に V、 次からも同じように三角に長編みと鎖と長編みで V を作ります。で次もこのまま端まで V ステッチを続けます。端まで編んできました。下の鎖の下から2つ目に中長編み、ここに鎖が2つあるので2つのところ2本の糸の下に針が来るようにします。で中長編み、これで V ステッチが終わりました。次は細編みと長編みと細編みと長編みを繰り返していきます。まず細編みをするので鎖を一つ裏返して鎖の根元に細編み、鎖の根元はここで、次からそれぞれに細編みをしていきます。でここに3つあるうちの真ん中はこの真ん中ではなくてこの下に針を入れて細編みをします。ここの代わりがここで細編みをしていきます。まず隣から次はここの小さな鎖の代わりにした三角のスペース、次は長編みの頭、
次も長編みの頭、ちっちゃい鎖には編まないで、その下の三角で長編みの頭、端まで来たら下の鎖の下から2つ目に最後の細編み、2本の糸の下に来るようにします。これで細編みが終わりました。次は長編み、鎖を2つで裏返します。普段は長編みの時には鎖3つで立ち上がるんですが、今回は鎖2つで鎖と同じところに長編みを1本編んで、これを長編み1本に数えます。鎖の根元に長編み、鎖の根元はここで、根元で長編み、これが1本目。マーカーをつけときます。鎖ではなくて長編みのところ、次からは普通に1つの目に1本ずつ長編みをしていきます。このまま端まで長編みを続けます。端の目にも最後の長編み、これで長編みの段が終わりました。次は細編み、細編みと長編みと細編みを繰り返して必要な長さまでずっと編んでいきます。次は鎖1つ、さっきと同じように細編み、これで端まで編んでいって、端では鎖2つで立ち上がって長編み、これを繰り返していきます。細編みと長編みのセットを全部で10段編んできました。長さは約20センチで、今は長編みで終わっています。で、後でまた長さを調節できる時があるので、とりあえずここで糸を休めて、反対側の後ろ身ごろを編んでいきます。で、これには一応表裏があって、最初の細編みを見て、細編みが表の方が表、反対は裏で、表を上にして、で、模様の方を上にします。次は鎖編みで首が通る部分を編んでいきます。端から V を数えていきます。で、反対側からさっき編んできたので V は逆さまになっています。これが V、 これが1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、4つ目の V の細編みの足のところ
1234の細編みのところ、ここに針を入れて鎖編みをしていきます。新しい糸を持ってきて後ろに添えて、で糸を引き出してしまいます。同じところに針を入れて鎖を32目、32目編んだら、こっち側からも V の4つ目、また V の逆さまを数えて1234、4つ目の細編みの足、ここに引き抜き編みでくっつけます。でねじれていないか確かめます。こっちの方が短いのでちょっと突っ張った感じになります。でギュッとくっつけます。で鎖一つを編むようにして糸を切ります。でこの段階で頭を通してみて、頭が通るかと、あと大きすぎたら32目から3つ減らして、小さすぎたら32目に3つプラスしてください。でこれでよかったら次は細編みをしていきます。でまたここと揃えて細編みの表にしたいので、ここから右からスタートしていきます。ここが表の状態。角の目に針を入れて細編みで、最初裏山を拾っていないのでいつもと拾うところがちょっと違うんですが、いつもと違った形になっています。ちょっとややこしいんですが、下の細編みと同じ位置になると大丈夫です。まずこの角、この細編みの上、糸を引き出して結ばないで、このまま鎖を一つ、同じところに細編み、でこの今の糸端は編みくるめたら編みくるんでいきます。今はちょっと見えにくくなるので編みくるまずに、次はこの細編みの足、ここが一つ目、次がここで、次がここ、下と数が合えば大丈夫です。次は鎖を入れたところ、
鎖を編むときに針を入れたところ、ここにも細編み、次からは鎖。この時も表から針を入れて細編みをしていきます。この鎖の1本の下、上が1本になるようにします。で、細編み。次も表から、これで反対側まで細編みをしていきます。この付け根まで編んでいきます。鎖の付け根まで来ました。最後の鎖はちょっと小さくなって見分けにくいと思います。最後まで編んだら、次は鎖を引き抜いたところ、ここにも細編みで、ここからまた細編みをしていきます。糸端を編みくるめそうだったら編みくるんでいきます。で、また細編み、下と揃えて編んでいきます。で、端まで編んでいきます。細編みが終わったら、次は V ステッチ。下と同じように編んでいきます。細編みと V ステッチ、V ステッチ。こっちも細編みと V ステッチと V ステッチ。まず鎖を2つ裏返します。鎖の根元の次から数えて1、2、2長編み、鎖、長編み、これで V。 またここから足元2つ飛ばして1、2、3、このカーブになっているところにも増減をしないで、V ステッチを反対側まで編んでいきます。端まで来たら足元1つ飛ばして2つ目に中長編み、
一度に引き抜いて中長編み。次は V ステッチの2段目、鎖2つ裏返して、鎖2つの後下の V に V、こんな感じで V ステッチを編んでいきます。で V ステッチ2段が終わったら、次はこちら側と同じように細編みと長編みと細編みと長編み、これを繰り返していきます。とりあえず編んでみて、身につけてみて、長さを調節していきます。前身ごろと後ろ身ごろと区別がつきやすいようにマーカーをつけておきます。前身ごろの方が襟ぐりが広くなっています。この V の数を数えると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個。こっちは11個。広くなっている方が前です。で、編んだ数は前も後ろも同じく10段、前も10段。後ろの方をちょっと長くしようかと思ったんですが、大丈夫そうだったので両方同じく10段にしました。次は2つに折って袖の部分をくっつけていきます。前の脇と脇、ここを鎖でくっつけます。鎖3つ5つ、ちょっと様子を見て決めたいと思います。こっちも脇と脇を鎖でくっつけます。で、糸が出ているところからスタートします。表と裏を確認します。表は最初の細編みが表になっている方で、裏はこっちで、表を外側にして編んでいきます。まず切る状態の向きに置いて、右の腕で、右の腕の下、ここをくっつけます。脇に当たるところ、針を戻して鎖を5つ編んで、こっちとくっつけます。で、この鎖の数は好みで長くも短くも調節してください。で、今回は5つ。で、こっち側の長編みの頭、これは鎖2つで、こっちが長編み、長編みの頭で引き抜いてくっつけます。もう一回、これでくっつきました。鎖1つを編んで糸を切ります。で、もう一方同じようにつないでいきます。で、また鎖を5つ、1、2、3、4、5で、反対側とくっつけます。
反対側のまた長編みの頭、引き抜いて、また引き抜いて、でここでは糸を切らないで長編みを細編みをしていきます。今長編みを編んできたので、次は細編みのところぐるっと続けて細編みを編んでいきます。鎖を一つ、根元に細編み、一つ目の細編みにマーカーをつけておきます。で次からも細編み、でこのままずっと細編みを編んでいきます。ぐるっと編んで次の鎖の手前まで編んでいきます。反対側まで来ました。鎖にも細編みをしていきます。で鎖の針を入れる場所はこっちが2本でこっちが1本、ここに針を入れます。こっちが2本、こっちは1本で細編みをします。次もこっちが2本でこっちが1本、で次は一番端の長編みの頭で、この糸端は編みくるんでいきます。このまま細編みを続けて次の鎖のところ、ここも今と同じように鎖に細編みをしていきます。で編み始めのところまで戻ってきます。細編みで一周してきたら最初の細編みに引き抜きます。次は長編み、鎖を2つ、同じところに長編みを1本でマーカーをつけておきます。これが長編み1本の代わりです。次からはまた長編みをしていきます。これまでと同じように細編みと長編みを繰り返していきます。でこれでずっと好きな丈になるまで編んでいきます。糸を変えるタイミングで一旦肩の周りを編んでいきます。こういう感じで脇の下は編まないで、それ以外を長編みで編んでいます。まず表が上で、裏は内側で編んでいきます。まず脇の下の鎖5個編んだ端の目に針を入れて、新しい糸で糸を出して鎖を1つで、次は
隣の長編みの下半分に中長編み、長編みがあって、ここで、こっち側は2本、こっち側は1本で、中長編みで、この糸端は編みくるめたら編みくるんでいきます。3本を一度に引き抜いて中長編み、次は長編み、長編み1本の上のところに普通の長編み、で2本2本、これで長編み。次は細編みのところに長編み、ここはずっと長編みと細編みと長編みと細編みと長編みと編んできたので、長編みには2本、細編みには1本、これで長編みを編んでいきます。細編みの次には長編み、下半分、なるべく目立たないように糸を出していきます。で、細編み、でまた長編み、こちら側が1本になるとこう伸びてしまうので、こちら側は2本にします。で、上半分、でこういう感じでこの模様のところまで同じように編んできます。模様のところまで来たら、また細編みの上に長編みを1本で、 V と V の間にも長編みを1本で、細編みの上にも1本ずつで、また V と V の間で、また細編みで、長編みの上には1本ずつで、まず細編みの上、次は模様、ここら辺の入れやすいところ、ここに入れました。次は細編み、ここがちょっときつくなっているんですが、肩はちょっと体に沿うような感じの方がいいと思うので、ちょっときつくしておきました。次はまた細編み、次はまた V と V の間、ここら辺にで、また細編み、こういう感じになっています。こう肩にちょっと沿う感じになっています。細編みと V と V の間と細編みと細編みと V と V の間と細編みで、ここからは長編みに2本ずつで、細編みに1個2個1個2個で、またこの脇の下のこの端まで編んでいきます。
脇の下のところまで編んできました。最後はこの内側の角の手前のところに中長編みをして終わります。長編みの隣に中長編みをして鎖一つを編むようにして糸を切ります。でちょっと長め15センチで、これをここら辺に隠していきます。でこの端から1、2、ここら辺に適当にくっついて見えるように糸を通してでほどけてこないように隠しておきます。これで腕周りは終わりです。であとはまた胴体部分に戻ります。編み始めの模様編みの部分から約52センチ編んできました。これは短めのタイプです。好みで長さを調節してください。段数で言うとこの長編みと細編みのセットが20段。これぐらいで終わりにして糸始末をします。最後の細編み。で、段数で言うと最後は細編み2段になっています。ちょっと糸が残っていたので、ある分だけ使いました。で、とじ針で始末します。細編みから糸を抜きます。で、とじ針。最初の細編みのその隣、端から2つ目、1、2、手前から向こうに、上に、で、最後の細編みに、上から下に、上から下に通して、で、ついでに、この下の編み地も通って、で、この今渡した糸が一目に見えるように、長さを調節します。で、だいたい揃ったら裏で隠していきます。他に糸が出ていたら、そこも全部糸始末をしてしまいます。
サイズを測ってきました。上から下までは約52センチ、横は98センチ、襟は56センチ、で腕のところは60センチ。とってもシンプルなんですが、ちょっとだけなんですが透かし模様があったり、襟がちょっと下がっていたりすることで、とっても着やすく出来上がっていると思います。最後までご視聴ありがとうございました。